さて皆様お集まりいただきありがとうございます。まさかこの船で事件が。もう犯人は分かったそうだが、しかし船長が殺されるとは。一体犯人は誰なんだ。では始めましょう。フック提督が船長室で射殺されました。犯人はどこから来てどこに去っていったのか。事件の現場となった船長室はドアが2つあり、それぞれ船内と甲板につながっています。まずは犯人はどこから来たのかについて考えましょう。オウムが覚えていた内容から被害者は入室した犯人が誰か、そして犯人が銃を持っていることをすぐに認識しています。しかし提督の椅子は背もたれが大きく、座ったまま後ろを見ることはできません。そして銃を持った犯人がそのまま座ったままでいろと脅していることから、被害者は椅子に座ったままでいたはずです。つまり犯人は正面から来たのです。しかし後半では俺が見ていたはずだ。そうです。スパローさんが犯人でなければですが、引けが終わってからは船長室への甲板からの出入りは不可能でした。つまり犯人はしけの間、船が揺れている時に甲板から船長室に入ったのです。電線管を通して聞こえた銃声は、電線管の中に導火線付きの爆竹を入れて鳴らした次元トリックでしょう。実際の犯行はしけの間、嵐で船が揺れている間に行われたのです。モーガンさんはしけの間はアリバイがあるので犯人ではありません。ではスパローさんはどうでしょうか。ポイントはこぼれたワインです。結論から言うとこれは犯人による偽装です。なぜなら私とモーガンさんで足跡の歩数が違うからです。私とモーガンさんで履いている靴の靴底の素材はほとんど同じなので、ワインを踏んだ後に残る足跡の数も同じくらいになるはずですが、私の足跡は6歩なのに対し、モーガンさんの足跡は3歩しか残っていません。もしこれが私の足跡の方が少ないのなら説明がつきます。なぜなら私はモーガンさんよりも先の船が揺れている間に廊下を通ったからです。もし仮に私の足跡の方が少ないならこういうことになります。まずワインの瓶が落ちて、それを私が踏んで足跡が6歩残る。そしてその後に今度はワインの樽が倒れ、私の足跡が3歩分消える。その後にモーガンさんが通り足跡が6歩残る。といった感じで、このようにもし先に通った私の足跡の方が少ないのなら説明がつきます。しかし実際は後に通ったモーガンさんの足跡が少ない。モーガンさんは船の揺れが収まってから医務室へ向かっています。だが揺れも収まったし、俺はそろそろ医務室に戻るか。モーガンさんの足跡が消えるためにはその後に樽が倒れないといけません。つまり船の揺れが収まった後に樽が倒れたことになります。よって樽は船の揺れ以外の要因で、すなわち人為的な要因で倒れたのです。犯人は廊下のワインの海によってここが足跡を残さずには通行不能であるとしようとしたのです。おそらくもともとはワインの瓶が割れただけでまたいでいける程度の量のワインだったのでしょう。すでに私やモーガンさんの足跡があるので、それを見ればかなり前のタイミングに船の揺れでワインがこぼれたと犯人も気づいたでしょう。犯人はそのワインの川をまたぎ、自分が通った後にワインの樽を倒してワインの海を広げ、自分はここを通れなかったとしようとした。そしてその目的はもちろん嫌疑を逃れるためです。スパローさんが犯人だとしたら甲板から船長室に入り、そのまま甲板に出れば済む話です。そもそも船内に入る必要はありません。このワインのトリックはすでについている私やモーガンさんの足跡があることで、その足跡の時点ですでにワインで廊下が通行不能になっていたように見せかけるというのが肝です。つまりただ樽を倒せばいいというものではなく、船内のすでにある足跡に気づいて初めて実行できるのです。スパローさんはそもそも船内に入る理由がありませんから、それは不可能です。もし仮にそれでもやったとしても、船内の人間が船長室に行けなかったことになるだけですから、それでは自動的に甲板のスパローさんが犯人になってしまいます。
実行するきっかけ、実行するメリット、あらゆる面においてスパローさんがこのワインの樽を倒すことはありません。そして残るのはネルソンさんとフランシスさんです。二人ともアリバイやどこにいたかという主張はほとんど同じです。船の揺れが収まって5分程度で食堂に現れ、その前は居室にいたと主張しています。二人の主張はほぼ同じか。それじゃあどっちがやったのかなんてわかりそうもねえぞ。一体どちらが犯人なのか、私の灰色の脳細胞をもってしても考えるのは簡単ではありませんでした。さて、どちらが犯人だとしても、やったことは次の通りです。しけの間に、居室から甲板を通り、船長を殺害する。船内に入って廊下のワインをまたぎ、その後にワインの樽を倒して廊下が通れなかったように見せかけてから食堂に行く。そして自分はずっと居室にいてそこから食堂に来たと主張する。ワインで廊下が通行不能になっていることがその主張を補強するわけです。殺した後来た道を引き返さないで、船長室から船内に入ったのはなぜだ。扉が少し開いたことを思い出してください。その時船長室のドアが一回ちょっと開いた気がしたが、人が出てくることはなかったな。犯人は扉の隙間から外を覗き、スパローさんが甲板の船長室の目の前にいるのを見たため、船内を通るしかなかったのです。俺が船長室の前にいたのは、しけが終わった後だ。しけの間なら甲板を引き返せたのに、なぜ、しけの間に帰ってこなかったんだ。それは爆竹による偽の銃声と辻褄を合わせるためですよ。船の揺れが収まってから立ち去らないと、船長の死体が左右に倒れたりして、しけの間に殺されたと簡単に分かってしまいます。机の端にあったランプも本来なら嵐の際の船の揺れで落ちていたはずですが、部屋にいた犯人が手で持つなどして割れないようにしたのです。そうすることで、しけが終わるまで船長が生きていたように見せかけ、爆竹の偽の銃声と辻褄を合わせたのです。実際、ネルソンさんもフランシスさんも食堂にいる時に偽の銃声が鳴っているので、それで強力なアリバイを偽装できる予定だったのでしょう。オウムが事件の時の会話を完全に覚えているのは想定外でしょうしね。さて、そのオウムとは別に犯人がもともと計画していなかったことがあります。それは廊下のワインです。さっき説明した通り、しけの間は犯人は現場にいました。フック提督が地球儀を指さしているのも犯人はあえて放置したのでしょう。犯人の名前を直接表すものでないため放置して問題ないのと、これも船の揺れが収まった後に事件が起こったように見せかける材料になるからです。こういった細工のため、犯人は船の揺れが収まってから現場を立ち去ったのです。そしてワインの瓶が倒れたのはその前ですから、廊下でワインの瓶が割れていることを犯人は知りません。ということは、薄暗い廊下を歩いている時に犯人はワインを踏んでしまうはずです。にもかかわらず、犯人はワインを避けて、さらに追加でワインをこぼすことで自分の計画に取り入れました。薄暗い廊下でワインがこぼれていることに気づいたのです。薄暗いと言っても、明かりを持っていれば問題ないだろう。そうですね。ただし、この船で持ち歩ける明かりってこれだけですし、この船で携帯できる明かりはこのオイルランプだけです。現場の提督の机にもオイルランプが一つありましたが、その一つ以外のランプはあの時存在できないのです。事件の時、船は激しく揺れていました。現に私の部屋にあったランプも揺れで落ちました。あの時、ランプは手で持っていないと割れてしまう状態にあったのです。そうなると、割れずにいられるランプは一つだけです。どうして一つだけなの？手が足りないからですよ。ランプは手で持っていないと船の揺れで割れてしまいます。あの時現場に手はいくつあったでしょうか。犯人と被害者の2人の人間が現場にはいました。ということは手は4つあります。しかし、被害者は我々のよく知るフック提督。左手を失っていて、フックではランプを持てません。そして右手は地球儀を指さしていました。飛び散る血痕や発射残渣から撃たれた瞬間もその状態にあったことがわかります。
被害者の両手はすでに塞がっていて、ランプを持つのには使えません。そして犯人は銃を持って動くなと脅しています。つまり、撃つ瞬間だけでなく撃つまでの間ずっと被害者に銃を向けていたのです。これで犯人の片手も塞がりました。残る手は一つ。ランプを持つのに使えるのはこの一つだけです。手が一つしかない以上、二つ目三つ目のランプが存在したとしても、それを持つ手がないので、船の揺れで落ちて割れてしまうはずなのです。そういえばオウムがパリーンという音を覚えていましたね。ここからは私の想像ですが、おそらく提督の机に元あったランプが割れて、それは犯人が海に捨てたのでしょう。そして犯人が持参したランプを代わりに置き、船が揺れている間は提督が生きていたように見せかけるために使ったのでしょう。まあその辺の詳細はともかく、重要なのはランプは手に持っていないと割れてしまうこと、そしてランプを持てる手はあの時一つしかなかったこと、そしてその唯一のランプは現場に置いていかれたこと。つまり犯人は明かりを持たずに廊下を通ったのです。そして明かりを持たずにあの薄暗い廊下の中で床のワインに気づいてそれを利用したのです。あの薄暗い廊下を明かりなしてか。目が慣れれば見えるかもしれないが。そう、それです。暗闇に目が慣れれば見えるということが重要です。実際あの辺りの廊下は完全な暗闇ではないので、目が慣れれば見えるのです。しかし、人が暗闇に目が慣れるには時間がかかります。しかし残る容疑者のネルソンさんもフランシスさんも、船の揺れが収まってから5分程度で食堂に来た。犯人はその前までは船長室にいたのです。ちなみに船長室は、この部屋はかなり明るいので銃の狙いをつけるのも難しくないでしょう。目が暗闇になれる時間のない中、明るい船長室と暗い廊下、光と闇の両方に対応しなければならないのです。そして犯人はそれをやってのけた。その方法は2つの目を使うのです。具体的には片方の目は眼帯か布などで覆っておいて暗闇に慣らしておく。明るい部屋に入るときはもう片方の目を使うのです。そして暗い部屋に入ったときに布を外し、あらかじめ暗闇に慣らした方の目を使う。このように2つの目を明るい部屋用と暗い部屋用で使い分ければ、暗闇に目が慣れるのに時間をかけずに済みます。そして言うまでもなく、これをするためには目が2つなければいけません。ネルソンさんは左目を失明していますからね。ということは犯人は5分で食堂に来たから目を慣らす時間がないって言うけど、それは揺れが収まってからの時間のはず。両目を使わなくても船が揺れている間に船長室の中で目を慣らしておくこともできたはずよ。確かにその方法なら片目しかない人間でも犯行可能ですね。ただし今回はそうはいきません。なぜなら犯人は甲板にいるスパローさんを扉の隙間から見たことで、甲板ではなく船内から戻るルートを選んでいるからです。その時船長室のドアが一回ちょっと開いた気がしたが、人が出てくることはなかったな。つまり船の揺れが収まった後に甲板を見ているのです。この際に目は光に慣れてしまい、そこから5分で食堂に行くためには暗闇に目が慣れる時間はありません。やはり片目しかない人間では犯行不能なのです。じゃああのダイイングメッセージはどうなの？私の名前には繋がらないはずよ。あれはダイイングメッセージではないんですよ。何しろ被害者は動くなと脅されていたのですから。そこから地球儀の狙ったところを指さすなんて不可能ですし、実際誰の名前にも繋がりませんからね。もともと地球儀を指さして何か考えていたところに犯人が来て、そのままの体勢で射殺されただけでしょう。まあ手の数とランプの数の証明に繋がったので、結果的には被害者による犯人の告発になりましたけどね。さあ、これでおしまいです。犯人は船が揺れている間に船長を殺害した。つまり嵐の間アリバイのあるモーガンさんは犯人ではない。そして船内のワインの樽を倒し、自分の主張を補強した。それをするメリットがないスパローさんは犯人ではない。
手の数からしてただ一つとなるランプが現場に置いていかれたため、船内のワインのトリックを実行できるのは暗闇に目が慣れた人間。船長室の光と廊下の闇に対応するためには2つの目が必要。片目を失明しているネルソンさんは犯人ではない。つまり、フランシスさん、犯人はあなたです。私には尊敬する兄がいた。プックが提督になる前、まだ大佐だった頃、危険な戦地でプックは兄への補給を打ち切った。出世争いから蹴落とすために私の兄を意図的に戦死させた。兄の形見の時計の中にそのことを綴った指示が隠されていたのを見つけたけど、提督となったフックの権力の前に告発は意味をなさなかった。そして時計の音を聞くたびに殺意は高まり、私はそのために海軍に入り、フックを殺した。光あるところには闇がある。しかし、闇を育てるにも限度があります。限度を超えた闇はいつか自分の身に降りかかる。暗い夜道に復讐者が現れるかもしれません。大事な道具というのは2つあれば便利ですが、最も大事な道具、命だけはそうはいきませんからね。私も皆様も知らないうちに闇を育てていないか気をつけた方がいいかもしれませんね。